電気自動車は詐欺である。その理由は次の通りです。電気自動車は環境に優しいという一般的な見方と真逆の実態があります。送電網における発電所の大半が依然として石炭火力発電所であり、電気自動車の充電にも環境負荷があることが指摘されています。異常気象時には電力消費が増え、航続距離が大幅に低下する可能性もあります。さらに、電気自動車の心臓部であるバッテリーにも大きな問題があります。リチウムイオンバッテリーなどに使用される金属類の採掘には、大気汚染、生物多様性の損失、有毒廃棄物の発生など、深刻な環境破壊が伴います。採掘現場では劣悪な労働環境、児童労働、搾取などの人権問題も後を絶ちません。このように、電気自動車には表面化しにくい多くの課題が隠れており、決して環境に優しいとは言えない実態があります。広く指摘されるべき重要な問題であり、電気自動車への過度の期待を見直す必要があるでしょう。自動車メーカーは EV の量産計画を断念。トヨタ自動車の豊田章男会長は、国民はようやく現実を見始めた、と語った。電気自動車への移行をめぐり、自動車業界に大きな揺れが生じています。大手自動車メーカーが次々と EV の量産計画の見直しを発表し、需要の減速に警鐘を鳴らしているのです。トヨタ自動車の豊田章男会長は、国民はようやく現実を見始めたと指摘しました。EV の航続距離の課題や高コスト、充電インフラの不足などが消費者の需要を減退させた主な要因と考えられています。事実、フォードは EV ピックアップトラックの生産を減らし、2026年の200万台生産目標を撤回しました。ゼネラルモーターズも低価格 EV の共同開発計画を中止し、EV トラックの生産延期と生産目標の縮小を表明しました。EV は環境に優しいとされていますが、その実態は必ずしもそうではありません。発電所の石炭火力依存や異常気象時の消費電力増加、バッテリー製造に伴う環境破壊など、隠れたコストが指摘されています。リチウムイオンバッテリーには希少金属の採掘が不可欠で、大気汚染や水質汚濁、児童労働や人権侵害など、重大な影響が生じています。需要の見直しの背景には、こうした現実的課題への気づきがあると考えられます。EV シフトへの過度な期待は修正され、自動車業界は現実的な対応を迫られています。EV の将来像を見直す転機となるでしょう。このように EV への移行は一筋縄ではいかず、現実的な課題が次々と浮き彫りになっています。より実現性の高い道筋を見出すため、自動車メーカーは EV へのアプローチを見直さざるを得ないのが実情です。まずはバッテリーの課題に目を向ける必要があります。リチウムイオンだけでなく、より環境負荷が少ない代替バッテリーの研究開発を加速させることが重要でしょう。同時にレアメタルに頼らない新素材の活用などによる環境負荷の低減も求められます。また EV 用充電設備の整備を早急に進める必要があります。利便性と経済性を両立させた充電ネットワークの構築が不可欠です。自宅での充電環境の改善にも配慮が必要でしょう。さらに航続距離の延長に向けた技術革新とコストダウンを追求することが肝心です。効率的なモーターやエネルギー密度の高いバッテリーなど革新的な技術の導入が欠かせません。 EV に過度に傾斜した政策の見直しも避けられません。従来車両との共存を前提とし、徐々に移行していく現実的なシフトが求められるでしょう。このように自動車業界は EV 化への道のりを冷静に見直し、現実界に立ち返る動きを見せています。これを機により現実的でバランスの取れた次世代モビリティへの展望が開けることが期待されます。